こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のレビューは、智陽玩具の新作機 GM7409085 MiG29 フルクラムをお送りいたします。日本国内ではあまり馴染みのないメーカー、智陽玩具耳慣れない名前ではありますが、過去に2チャンネルトイラジを2013年に出荷している記録が残っているので、現れては消える中国メーカーの中では比較的長く存続しているメーカーのようです。さて、本機はロシアのミコヤングレービチ設計局の MiG29 フルクラムがモデルベースとなる2チャンネル左右モーターコントロール翼長44センチのちょっぴり大きなトイラジです。初飛行が1977年の MiG29 は、米国の F16 や F18 と同じ世代のマルチロール機で、基本設計は古いものの、様々な改修や新設計を取り込むことにより、4プラプラ世代にまで発展を続け、退役するライバル機を尻目に、現在も運用されるロシア防空を担う重要な航空機。カラーリングは国際航空宇宙ショーなどで有名な MiG29 OVT のトリコロールカラー。背中に掲げる白抜きの星マークも再現していますが、魅力は赤一色。本来はここも白、青、赤のトリコロールでフラッシュパターンに塗り分けられているはずなのですが、コスト優先のトイラジではそこまでは難しかったようです。気になるのは、カラーリングよりも無駄に長いランディングギアで、長い前足は機首を持ち上げすぎですし、後輪なんかボディセンターから V 字に生えてます。もっとも、このくらい上げないと滑走離陸は難しいのでしょうから、2チャンネル機では滑走離陸ができないものも多く、主脚は着陸用と割り切ってる機体もあるので、少々不格好ですが、このデフォルメについては好意的に受け取りたいと思います。スペック重量は実測で 177g、重量 200g に抑えたいのでバランスを崩さない程度に小さなバッテリーにしようと思います。飛行テスト風速は3メートル程度の北風です。箱出し一発目の手投げ離陸。いきなりですが、この時点ですでに舵の利きが悪くて厳しい感じがしています。スティックを倒しきっても風に背中を押されて曲がりません。曲がらない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 。これじゃこの公園では飛ばせません。緊急着陸させます。ここら辺に来ます。これはこのあれで飛ばすの無理ですね。滑走離陸テストすいません、滑走離陸試します。このままじゃ帰れないので、滑走離陸だけでも試します。いざ、滑走離陸。ダーン上がらない。無理ですね。ダメだこりゃあ。滑走路突端に高さ5センチほどの返しがあるのですが、それに足だけでなくプロペラも引っかかったらしく、右プロペラ破損。もちろん左も。飛行テスト2回一度はレブを諦めたのですが、数日後、改めて飛行テストに挑みました。というのも、同じ CN 社販売の下のクラスである SU27 の送信機が、フライデアーことフェイシオング FX シリーズの送信機に売り2つだったので、この FX シリーズの送信機でバインドを試みたところ、普通にできちゃったので、本機が同じく FX 送信機でバインドできることも
確認することができました。ということは、先日アップデートを果たした OpenTX 用マルチプロトコルモジュールで対応された FX816 プロトコルでバインドできるということなので、早速試してみました。できた。曲がらない機体だということは理解していても、まともなモード1送信機で操縦できれば少しは違うんじゃないかと一縷の望みを抱いての再チャレンジなのです。これでいっぱいに舵切ってますからね。やっぱり曲がりませんね。相当に広いところじゃないと飛ばせないでしょうね。どうしても大回りしかできないので、木々の高さ以下は突入の危険性から下げられません。風でされちゃうともうどうしようもない。8の字を描くなんてもってのほかです。やっぱり厳しいな。この場所では本機の飛行性能を探るのは危険と判断し着陸させることにしました。せっかくの着陸なので甲板を狙ってみましょう。あ、ショートだ。滑走路まで届きませんでした。効果は早いくせにスロットルアップでなかなか上昇しないので、甲板へのアプローチはとてもシビアに感じました。諦めきれずもう一本。なんとか甲板に着陸したい。ほんとしんどいな。旋回半径の大きさはおっと、バッテリーの残量がない。パワー感がなくなった。タイマーも終了のアラームを鳴らしてる。これは戻ってこれないな。不時着。